どうも今村です。僕結構音楽聴くの好きなんですよね。今パソコンの中にだいたい曲数で2万曲ぐらい音楽が入ってて、でまあだいたいこう家とかでヘッドホンとかで聴いてるとこう1時間2時間平気立っちゃうみたいな、そういうことたまにあるんですけれども、最近ね普通に音楽聴くだけじゃちょっとこうなんか物足りなくなってきたんですよね。僕クラブとかってあんまり行かないんですよ。なんか場所的にこうちょっとなんか苦手な感じがあってね。もちろんこうクラブに対する苦手意識って個人的にちょっと払拭したいっていうか、行かなきゃなとは思ってるんですけれども、クラブミュージックは好きなんだけど、クラブがあんまり苦手みたいな部分があって、 DJ プレイみたいなのを自分でできたらいいな。要はクラブに行かなくてもクラブ的な音楽を自分で作れたら楽しいだろうなっていうのがあって、で買ったんですよ。結構大物だなこれ。はい、DJ 機材のオンラインストア、おたいレコードさんで購入しました。今日はですね、PCDJ コントローラー、パイオニア DJ、DDJ-RB をご紹介したいと思います。DJ やりたいと思った時に、いろいろ方法はあると思うんですけれども、現状一番リーズナブルでお手軽な方法が、PCDJ ですね。パソコンを使って、DJ を行うっていうこと。他にも、普通のアナログレコード、アナログターンテーブルであるアナログの DJ とか、CD 挿してやる CDJ とか、データだけを USB メモリに入れて、それを挿してやる、データ DJ とかいろいろあるんですけど、PCDJ がポピュラーなんじゃないのかなと。で、この辺が一番導入コストとしても安いんですよね。この僕が今日買った DDJ-RB っていうのは、パイオニア DJ の、エントリーモデルになります。価格はだいたい3万円ぐらいです。で、何か新しいことを始めたいと思った時に、エントリーモデルを買うリスクってあると思うんですよね。エントリーモデルって、安く仕上げるために、大事な部分とか、実際必要な部分とかが削ぎ落とされちゃって、本当のとこ言うとあんまり使えないんだよっていう、物事も世の中には多いと思うんですけれども、で、僕DJ 初心者というか、この辺の機材に関しては別に詳しくもなんともないんですけれども、一応初心者なりにいろいろ勉強しまして、DJ に関して言えばそれは大丈夫であろうと。というのもですね、DJ をするってことに対して機材的な機能の幅ってあんまり広くないっていう印象を受けたんですね。どういう意味かというと、DJ をするっていう行為に最低限必要な要件としての機能っていうものと、それを最大限拡張した時にあった方がいい機能っていう、ここの幅っていうのがすごく狭いと。なのでもちろん、これよりもいいモデルとか、これよりも上位のモデルっていうのはそこを刻んでいって価格差をつけているっていう部分もあるんですけれども、基本的にはエントリーモデルを買ったからといって DJ プレイをする上で過不足があるかといえばそんなことはないっていう、印象を受けました。今回買ったこれ3万円ぐらい、2万円から3万円ぐらいが PCDJ エントリーモデルの底値って感じで、上げていくと PCDJ は10万円ぐらいまでいくのかな。で、CDJ とかもっとこうでっかいなんか箱用の機材になってくると100万円コースぐらいになると思うんですけれども、そんな家に置いてもしょうがないんで繰り返しになるんですけども、 PCDJ ではだいたい2万3万ぐらいから、10万15万ぐらいの多分価格帯になると思うんですけれども、じゃあこの機材ともっと10万15万ぐらいする機材っていうものの何が違うのかっていう5つあると思ったんですね。1つ目が機能とアクセス性で、2つ目が拡張性、3つ目がパーツの質、4つ目が対応ソフト、最後が音質。多分この5つが結構、PCDJ コントローラーに関して言えば価格を決定する上での差別化要因になってくるのかなというふうに感じました。1個目、機能とアクセス性なんですけれども、さっきあまりなんか機能的な振れ幅ってないよねっていう話をしたんですけど、とは言ってもやっぱりちょっとずつ違う部分はあるんですよね。で、もっと違うのはそれぞれの機能に対してアクセスするその会員性とか、要はなんか2つの機能があった時にそれを1個のボタンと別のシフトボタンとかで済ませるのか、あるいは独立したボタンがあるのかっていう話なんですよ。そういうボタンが多いとかノブが多いとかっていう部分っていうのはやっぱり一つ実際使うだった時に使いやすさに関わってくる部分だと思うので、まずそれが1点で、拡張性ですね。後でこれ開けて紹介するんですけども、基本的にアウトプットが1系統しかないんですよ。なので、インプットは多分マイクがあるのかな、マイクは多分刺さると思うんですけども、他のもの刺さらないと。で、こういうインプットとかアウトプットの数って結構重要になってきて、つまり他のサンプラーとかさ、シンセサイザー
ザーとか他の楽器とか他のこう音源を挿して、ここでミックスして出力したいって時には、これはもちろんこう、使用上それはできないということになってるわけですよね。これがもっとこう、高い機材になってくると、インとアウトが複数あって、いろんなものを挿せとか、こう、開始の音量を独立していじれるとか、まあそういろんなメリットがあって、そういう拡張性の部分で、まず差別化されてるっていうのが2つ目。で、あとパーツの質ですね。ノブがちょっとこうなんか安っぽいとかさ、あと、後で紹介するクロスフェーダーっていうところ、なんかスクラッチプレイをする人は結構そこにこだわるみたい。ってかそこの精度が大事なみたいで、そこのパーツが何かってことが割とプレイにも影響してくるってことがあるっていう意味で、パーツの質感とかパーツの精度っていうものが割とグレードが上がってくるにつれて変わってくるのかなっていう部分。で、4つ目対応ソフト。これはまたちょっと後で詳しく説明したいんですけれども、まあエントリーモデル用でフリーソフト向けのコントローラー、あるいはちょっとこうフラッグシップモデルでプロソフト用のまあコントローラーっていうまあ差別化されてると。で、最後音質ですね。音質はもうこの中に入っているアンプなのかなわかんないけど、でもまあこの中に入っている音質に関わるその素子っていうものがやっぱりハイエンドのものの方が圧倒的にいいと。でかい箱で大音量で鳴らすってなった時にはやっぱその辺の部分が割と重要になってくるのかなというところでの、価格差ですね。で、まあその辺の事情を全部考えた上で、これで十分であろうというまあ結論が出たので今回これを買ったといった感じでございます。結構ね、これね、わかる人にとっては、あ、買っちゃったんだみたいな風に思われる方もいるんじゃないでしょうかね。まあいろんな理由で、まあその辺のことはちょっとこう、おいおいご説明したいと思うんですけれども。まあ一つ言っておくとすると、これ出たばっかりです。2016年5月20日発売と。DJ 機材のライフサイクルってめちゃくちゃ長い。多分出て3年5年ぐらいは全然こう、売れる感じだと思うんですけれども。まあ先月出たばっかりというところでこう、もうなんかね、レビューとかさ、資料も全然ない中ね、でも買っちゃったんですよ。っていうのを、まあ後々ご紹介したいと思います。何はともあれ開けましょう。はい。というわけで、この DDJ-RB 開けていきたいと思うんですけれども、